円卓63ビプラチャンネルへようこそ。以前のコミュニティ投稿でもお伝えした通り、この旅メーカーであるガーレリさんからコラボレーションのご依頼をいただきました。当チャンネル初のブランドコラボとなります。パチパチパチ。メーカーさんには多くのベスト商品をお送りいただき、まずはガーレリさんのご好意に心から感謝いたします。しかし、メーカーから商品をいただいたので、どうしても良い点ばかりを強調しがちになってしまいます。そこで、本当に公平なレビューを行うために、私は同じ型番のハンドピースとメタリックカラーを購入しました。自分でお金を出したからこそ、遠慮なく本音の批評ができるというものです。今回の動画では、簡単な商品紹介、ハンドピースの実践的な塗装レビュー、そしてエアブラシ塗装に関する基礎知識をご紹介します。もしあなたがエアブラシ塗装を挑戦しようか迷っているなら、この動画は必見です。まずはハンドピースを簡単にご紹介します。メーカー提供品はインターナショナル版で、説明書は英語などの言語でした。一方、私が中国公式サイトで購入したのは中国版で、説明書はもちろん中国語です。説明書の違い以外、外見や付属品は完全に同一です。後の塗装テストで、両者の性能や使い心地に違いがあるかも検証します。今回はハンドピースと塗料の性能テストに集中するため、構造や基本的な説明を割愛させていただきます。メーカーさんには私のリクエスト通り6色の基本色をご提供いただきました。私は色を調合するのが好きなので、これで十分使えます。現在、メーカーは84色、内メタリック12色のラインアップを展開しています。メタリックカラーは水性塗料の弱点とも言えますので、10色を購入してテストしたいと思います。また、メーカーさんからはツヤあり、ツヤ消しのトップコート、並びに黒とグレーのサーフェイザーもご提供いただきました。最後に、カレイトカラーワークスは水性塗料で水でも薄めたり筆洗いが可能ですが、専用のシンナーとブラシクリーナーも発売されています。これらの周辺製品が別途購入する価値があるかどうかも、後ほどテストしてみましょう。それでは、テストを始めます。今回はこの2本のハンドピースを使って塗装を進めていきます。マスキングテープが貼ってあるこちらが中国版、何も貼ってないのがインターナショナル版です。まずは水だけで使い心地を試してみます。ハンドピースの操作性と切り替性能に明確な差はないと言えます。低いエアーズでもしっかり向かされ非常にいいと思います。普段はエアーズの数値はあまり気にしないのですが、参考までに最高値と最低値を表示しておきます。では、実際に塗料を使ってテストしてみましょう。まずは白と青を使います。必ず、使用前に塗料をよく振り混ぜてください。カレイトカラーワークスの塗料瓶には全てガラスビーズが入っているので、とても混ぜやすくなっています。準備ができたら、青色をテストしてみます。メーカーの推奨では、0.2mm のエアブラシを使用する場合、専用シンナーで適度に薄めると、よりスムーズに塗装できるそうです。まずは塗料後、シンナー値の割合で薄めてみます。ノズルを押さえて、塗料を逆流させて混ぜてから、テストを始めます。エアブラシ塗装ティップスイッチ。塗装の時は、手袋の着用を強くお勧めします。こうすることで、直接手の甲にテストを行い、塗料の濃度を即座に確認し、最適な塗装距離などを判断できます。塗料の粒子が非常に細かくて、私が普段使っている水性塗料のように水滴になりやすいということもなさそうです。0.2mm のエアブラシで細い線を引いたり、字を書いたりするのも全く問題ありません。エアブラシ塗装ティップスに、塗装中に塗料がなかなか出ない、あるいは線が急に太くなるなど、何か異常を感じたら、それはエアブラシのニードルを掃除する合図です。筆にシンナーやブラシクリーナーを少し含ませ、ニードルに付着した塗料を拭き取れば、塗装性能はすぐに元に戻ります。いよいよ本塗装に入ります。まずはラーニアの紙のパーツから、今回は青と白を使って、簡単なシャドウとグラデーションを実演します。まず端っことへこんでいるところに青を吹き付けます。ここが影の部分になります。青の発色がとても鮮やかですね。
他のパーツにも適当に影を入れていきます。次は重要な前髪パーツ。塗装前にノズルを掃除して塗料の質量を減らし、何度も往復させながら軽く拭きます。ここまで来ればなかなかの仕上がりですね。アイコントラストがお好みならここでマットを拭いて終わらせてもいいでしょう。他のパーツも同様に影を入れていきます。次は白い服パーツ。こちらも青で影をつけます。あれ、なんだか塗料が出てこないような。塗料が飛び散ってしまった。こんな時は慌てずシンナーで失敗したところを拭き取れば大丈夫。こうなるのはほぼ間違いなくニードルに塗料が固まって詰まっているのが原因です。ノズルをきちんと掃除すれば問題なく直せます。ほら、塗料の出が回復しました。作業再開。へこみや縁に青を吹いたら後で白を上から重ねて自然なグラデーションを作れます。他の服パーツも終わったら次のステージに移りましょう。今度は白を使って赤髪のパーツにハイライトを入れていきます。今度はさっきの青とは逆に出っ張っているところに白を吹き付けます。また先青を吹く時に失敗していたらここで白を使って少し修正できます。白のハイライトが吹き終わったら中間色を薄く重ねてグラデーションをより自然にします。さっき余った青を白のカップに入れてシンナーを少し足します。ノズルを指で押さえてカットの中で色を混ぜ合わせます。ちょうどいい濃さになったらそのまま拭かずに艶ありクリアを加えて色の不透明度を下げます。要は半透明の状態にするんです。クリアの割合が高いほど下の色を隠蔽しにくくなります。ここで1滴だけ入れたのはちょっと計算違いでした。色の隠蔽力が思ったより強かったです。左側は白と青だけで吹いたもの、右側はその上にさらに薄い青を重ねたものです。前髪の部分は少しありすぎちゃいました。ハイライトの部分までがほとんど隠れてしまいました。でも大丈夫、後でまた白を足せばいいんです。エアブラシ塗装ティップス3、約30分ほど塗り続けるとニードルには乾いた塗料が付着してきます。この状態で塗装すると塗料の質量をコントロールしにくいだけでなくニードルについた塗料がパーツに飛んでしまう可能性もあります。だからある程度塗装したらノズルキャップを外してニードルに溜まった塗料を取り除きましょう。次は青い影が入った服の上に白を重ねていきます。さっき髪を塗った経験を生かして今度はクリアコード5、白5の割合で入れます。こうすれば白を薄く重ねていけて満足のいく効果になるまで何度も拭くことができます。簡単なレビューですが塗料は乾くと滑らかな手触りで発色もとても鮮やかです。ボトルの使い勝手が良く塗料も塗りやすいです。初心者でも簡単に使いこなせるでしょう。エアブラシ自体もとても使いやすく 0.2mm で水性の基本色を使う場合詰まりはそれほどひどくなく長時間使っても安定した性能を保ちました。これらのパーツは後で艶消しを吹いて完成となりますが現状でも質感はかなり良好です。よし、次はいよいよメタリックカラーのテスト。メタリックカラーを塗装する前には基本的に黒い下地を塗っておきます。カレードカラーワークスも専用の艶あり黒サーフェイサーを発売しておりメタリックカラーの下地に最適です。塗料でツヤツヤを仕上げるコツは塗料が均一でつながった塗膜を形成させることです。これを実現するには2つのポイントがあります。1、
塗料の量がパーツ表面全体を覆うのに十分であること。2、塗膜を湿った状態に保っていくと、塗料粒子同士が自然に融合し、滑らかな表面が形成されていきます。0.2mm のエアブラシを使用する場合、塗料の質量が少ないため、エア圧を適度に下げ、塗料を少し薄めに調整すると、綺麗な塗装面が出しやすくなります。塗装前には、手の甲でテストし、適切な距離と噴出量を確認することをお勧めします。これくらい滑らかに反射していれば、理想的な状態です。では実演してみましょう。このような大きめのパーツでは、まず全体に薄く吹き付け、その後距離を離してエアーのみを当て、表面の乾燥を促します。表面が乾いたら、サフェーサーを吹き付けます。この時、塗料の量が十分かどうかを判断するために、反射面を観察することが特に重要です。このように表面が均一に反射していれば、合格です。他のパーツも同様の方法でサフェーサーを吹き付けます。約20分待てば、いよいよメタリックカラーの出番です。1本目はアルミニウムです。メタリックカラーを塗装するときは、質量を少し低く設定して、細吹きでゆっくり塗装しましょう。アルミニウム、完成。金属粒子が非常に細かく、粗い粒子感がなく、仕上がりは非常に優れています。次に、ステンレススチールも試しました。そして私が個人的に気になるタングステンスチールも。次は紫色の部分を塗装していきます。まずは回路で影をつけます。紫色を調色します。青色を少し加え、好みの色に近づいたら、艶ありクリアを加えます。今回の比率は焼く塗料1、クリアトップコート4です。満足のいく色合いになったら、塗料をパーツ全体に均一に吹き付け、最後は重ね塗りで濃淡を調整して完成です。最後に、各
パーツの必要に応じて、艶消しまたは艶ありを吹き付けて完成です。今回は時間の都合で、メインパーツの塗装のみを完了しました。ラーニアの完成動画をご覧になりたい方は、引き続きチャンネルをチェックしてください。では、各部分の仕上がりを詳しく見ていきましょう。髪の毛、マット鉢、グロス2で混ぜ合わせたトップコートで仕上げ、白いパーカー、マット仕上げ、紫色の部分、クロス仕上げ、メタリックカラーの部分、トップコートなしで塗料のまま。今回テストした3つのメタリックカラーは、アルミニウム、自然なマットフィニッシュ。ステンレススチール、光を受けるとかすかに輝く。タングステンスチール、少し緑っぽいの銀色。動画でご覧いただいた通り、このエアブラシの性能と安定性は非常に優れています。約5時間の塗装と撮影で大きな詰まりは発生しませんでした。前述の方法で定期的にニードルを清掃すれば、リクラ一体の塗装で分解洗浄なしで完成できます。0.2mm 口径は、リクラサイズのプラモの細かなシャドウやグラデーション処理に十分対応可能です。メタリックを多用される場合や、広い面積を塗装される場合は、0.3mm 口径がおすすめします。メタリック塗料は粒子が大きいため、0.2mm 口径だと詰まりやすくて、クリーニングも比較的面倒です。大口径だと詰まりにくく、広い面積の塗装効率も大幅に向上します。今日から2025年12月1日までのブラックフライデー割引実施中。動画で使用した 0.2mm メデュース02が9599円。ガーレリ公式オンラインショップまたは Amazon JP ショップで本チャンネルの専用割引コードを入力すると、さらに 10% オフ。今が購入のベストタイミングです。メーカーの日本の公式ストアと Amazon JP で購入される場合は、日本語説明書が同梱されているのでご安心ください。同じ中国製でも、ガーレリのエアブラシは Amazon で見かける安価なエアブラシと違って、仕上げと性能が明らかに優れています。この数年間1000円から9000円帯の様々な中国製エアブラシを使用してきましたが、安価なハンドキースはベタ塗り程度なら何とかできますが、精度が低いので塗料の質量が不安定で、詰まりや空気漏れも発生しやすく、今回のような細かい塗装には不向きです。エアブラシ選びに迷っている方、エアブラシ塗装がご自身に合うか試してみたい方には、ガーレリのメデュースシリーズがおすすめです。ラーニアはいかがでしたか？水性塗料の実践的な性能について理解を深めていただけたでしょうか？私がここ数年、水性アクリル塗料のみを使用しているため、主流のラッカー塗料との直接比較はできません。しかし、水性塗料には本質的な利点があり、カレーとカラーワークスも当然これらの特徴を備えています。洗浄のしやすさ。未乾燥なら水洗いでき、固まってしまっても専用クリーナーで難なく落とせます。低臭性と低毒性。連続1から2時間の塗装でも強い臭いはありません。ただし、溶剤が完全に無毒であるとは断言できません。どの塗料でも、浮かした粒子を体に吸入しないようご注意ください。塗装作業の時、健康のため防毒マスクを忘れずに着用してくださいね。私が長く使っている水性塗料の使いにくいさが10とすると、カレーとカラーワークスは2の程度で、非常に扱いやすいです。簡単な希釈デスク使用可能で、踊るデザインもエアブラシ作業に適しています。隠蔽性と塗膜の強度は一般的な水性塗料より優れ、発色と質感にも満足しています。現状ではカラーバリエーションは限られており、リクラ必須の肌色もまだありませんが、メーカーが開発中と信じています。メタリックカラーは特におすすめです。粒子が細かく、発色は滑らかで光沢があります。0.2mm エアブラシで使っても深刻な詰まりは発生せず、カラーバリエーションも豊富。発色、使い心地、仕上がりともに、従来の水性塗料より高い水準だと感じています。グロスブラックプライマー。塗りやすくて光沢も十分です。メタリックカラーの下地としておすすめます。ワニスグロス。
塗り重ねるだけで驚くほど高い光沢が得られ、仕上がりに大満足です。マットアニス。仕上がりは良好。完全なマットではなく、程よいツヤ残りが好みが分かれるところですが、個人的にはこの質感が好みです。シンナー。水性塗料ですが純水ベースではないため、専用シンナーのご使用をお勧めします。エアブラシクリーナー。試したら大きいサイズを薄く購入しました。水性塗料を素早く溶かし、ほぼ無臭で洗浄効率が劇的アップ。作業がはかどります。ガーレリ様より優れたテスト製品をご提供いただき、改めて感謝申し上げます。消費者としても、このエアブラシを自信を持って推薦します。同価格帯で同様の製品は多い中、これだけ品質が安定した製品は少ないと思います。塗料については、すでに使い慣れたブランドとカラーシリーズをお持ちの場合、カレーとカラーワークスへの移行は必要ないかもしれません。私も安価な水性カラーシリーズをすでに持っていて、収納スペースの関係もあり、追加購入はしないと思います。しかし、メタリックカラーは例外です。この12色は、水性塗料の従来の弱点を大きく改善しています。今後の作品では、これらのメタリックカラーを積極的に活用していく予定です。ガーレリ公式オンラインショップと Amazon JP で、本チャンネルの専用割引コードをご利用いただくと 10% オフ。ブラックフライデーセールと合わせて、まさに購入の絶好チャンスです。この動画がプラモ制作の参考になりましたら、ぜひ高評価、URL シェアとチャンネル登録してください。ご視聴ありがとうございました。次回はグランデスケール高麗の完成動画になる予定です。それでは、また次回お会いしましょう。